何か本当にこの惑星がちょうどなんてか言うのかな、こう惑星を覆っていて集中して私たちが眠りを体験できるような惑星だったのが、上がパカーンと開いて、その向こう側に広がる宇宙の自分のもちろん意識や見え方、そういうものにこうアクセスができるようになっていて、なんかこうそれだけではなくて、この高い意識を使って、すごい高いところから地球にいる自分を見るとね、なんかここのとこなんかすごい高いところからなんか見るような感じが起きていて、そうするとね、自分で映し出しておいて現実、それに反応していくっていう、それが地球の生き方だったんですよね。だから当然三次元を体験しに来ているから、フォーカスは物質次元のあなたが映し出した現実というスクリーンですよね。そしてフォーカスした方を私たちはリアルに体験できるから、それによってその現実を見たとき反応するみたいな。ほら、映画館でこう映写室から映像のを映し出してるんだけれども、スクリーンの方に強く強くフォーカスすれば入っていけるでしょ。それと同じように、上から見てると、なんかね、面白かったのはね、実際に起きた現実に反応している自分がいたときに、上からすごい上から自分が見ていて、なるほど。こういう風に映し出した現実に反応するというのが地球の体験の仕方だったんだなって。で、それはまさにその映し出した現実はフラットでね、映画館と同じように映像でね、結局反応してるっていう捉え方だったんだけど、その映し出したものを見たとき感じるこれを使っているというだけだよね。だから、なるほど、こういう体験の仕方を、地球を楽しむというのはそういうことだったんだな、そういう三次元というのはそういう楽しみ方だったんだなって。なんかね、地球、現実に映し出していながら上から見えて、なんかこう、全く、その、起きた現実に一喜一憂するような意識はなくて、なるほど、こういう使い方をしているんだっていう見え方だったんですよね。で、こんなことが見え始めたら、私たちは眠り続けるっていうのはすごく難しくなるだろうなって。フォーカスを映し出した現実の方に強く強く持っていたから、現実がデコボコしてて、その現実からやってくるものに、起きたことに一喜一憂するという、反応するというふうに思っていたけど、本当はこの今現実によって感じてると思ってる、これを体験するための映像だったっていう。だからイライラだって力の差だって、これを体験するための映像、現実だったんだ。それがすごくすごく深く眠ることによって、フォーカスした三次元の現実がリアルに、普通は映画館のフラットなスクリーンに映し出された映像ってフラットなんだけど、同じように自分の映し出した現実は波なんだけど、強く強くフォーカスすることによって、それがとってもリアルにデコボコになって、向こうからやってくるみたいな、影響されるみたいなね。
そういう体験ができたんだなって。ああ、こんな風に見えてくるともう本当に私たちは戻っていくんだなって思いましたね。本当は現実が問題じゃなくて、自分がこれを感じたくて、使いたくて、この現実を映し出してる。イライラであろうと、不安であろうと、力のなさであろうと、できないであろう。種明かしはどんどん起きていくなと思ってね。今皆さんたちは地球のチャンネルではなくて、自分に戻っていく宇宙チャンネルみたいなものにチャンネル合わせに来ているわけですよね。この光の磁場に乗ってくるというのは、つまり自分の高い意識の方に意識を戻していきたい。そっちにチャンネルを合わせていきたいっていう意思があるから、こういう行動をしてらっしゃると思います。できますよ。この光の磁場の上で。あなたが今までのような映し出した現実を判断したり、生き中に使う生き方をしてたら上がっていかないですけど、同じ時空で、次元でうろちょろしますけど、あなたが映し出す現実を目覚めるために使い出したら、ここは本当に上がっていきますよね。だから現実は問題じゃないね。私たちのあり方よ。目を覚ましていくあり方が、眠っていくあり方が、この2つ。たった2つしかないよ。生き中に使うのは3次元を本当にリアルに体験してすることができる今までの地球の生き方。目覚めていくのを選んだら、同じ現実を見て感じるこれをくっつけて語ったりせず、これを自分が持っていることに気がつくために現実を使う。そしてこの感情と思ってた周波数をここで違いましたね。ここで手放して、本当の統合というのは、本当にあなたがどこに向かいたいか、目を覚ましていっていいんだったら、フォーカスをこっちにして、本当の手放しをします。まだこっちを遊びたいときには、ここら辺で手放しをするので、戻ってはまた生き、戻ってはまた生きっていう同じ時空で、それ時空では上がっていくんだけれど、この3次元では上がっていくけど、ここから出ようとしない。出たり入ったりが起きている体験をしたことがあると思う。種明かしがどんどん起きていったら、なかなか臨場感を持って起きてる現実を指さして、人のせい、物のせい、このことがこんな重いとはなかなか使いにくくなりますよね。